今回はこちらポップな感じで遊園地を作ろうなゲームやります。チュートリアルはやったのですがなかなか奥深く、あと英語わかんない、なかなか難しそうですが頑張ってみます。キャンペーンモードっていうステージ制の方をやるみたいです。最初のステージはお客さんを200人同時に園内にいさせるようにとのこと。1年以内に達成できるとなおよしというサブミッションもあるみたいです。何はともあれ操作確認をしながら形だけでも遊園地にしてみますね。最初にあるこの施設はスタッフの休憩室と資材置き場のようです。お客さんのための施設は何もないみたいなので急いで作らないとですね。最初はコーヒーカップとかメリーゴーランドでしょうか。あるいは目玉のジェットコースター、ハンバーガー屋さんと飲み物屋さんを建てます。アトラクションがあっても腹が減っては遊びはできぬです。まあそうですね。食べ物屋さん自体には落ち着いて食べられるスペースはないので、お花畑を後ろにゆっくり食べられるベンチもご用意。他にもゴミ箱と時計でもあると良さそうかな。これで食べ物周りはひとまず OK。 でもここでこのゲームの醍醐味の一つ、お客様の視界を考えてもう一手間加えていきます。お客様には視界があって遊園地を楽しむ中で雰囲気を壊してしまうものが見えてしまうと著しく気分を害してしまうのです。ふむふむ、単純な距離じゃなく視界で左右されるのですね。なので資材置き場のようなマイナスなものが何かで塞いでプラスなものが見えるようにできると良さそうです。緑のもさもさな壁で視界を遮りお花畑を置いてみましたが、資材置き場は大きな建物のせいか広場の中心近くでは見えてしまいまだ赤くなっています。これはなかなか面白そう。こういう一筋縄ではいかないのキリタン好きよね。さてこれの改善で早速つまずきましたが、木を生やしてあげたらなんとか許してくれました。フードスペース作るのもいろいろ気遣ってあげないとなんですね。入り口近くもちょこっと改装、幅も広げて歩きやすくしましてと、そろそろアトラクションも置かないと評判どんどん悪くなっちゃいますね。一時停止はしないのですか？慣れてなくてお客さんの動きとかお店が稼働するかとかチェックしながらじゃないとミスしたまま気づかないってことになりそうで、それに1年以内に200人達成が等速だとどんな感じなのか外観で知りたいっていうのもあったり、さて最初はあまり過激じゃないメリーゴーランドを置いてみます。加えて入り口と出口となる場所も置きまして、順番待ちができるスペースを入り口から伸ばします。あとはオープンさせると試運転の後に稼働開始となります。お客さん利用してくれそうですか？今はここしかないので入場料払った以上みんな使ってくれるみたいです。なんだか申し訳ないですね。しかも周りに見えるのは更地と道とフードスペース。これでは子供たちはまだしも大人の男性女性の感想は虚無かもしれませんね。せめてここを女の子がお姫様気分を味わえるような空間にしてあげたいです。何がいいかなって装飾を考えていたところに突然の雨。やっぱり天気も影響するんですか？もちろんお客さんは雨に濡れると帰りたくなっちゃったり帰っちゃったり、でもこれを和らげることもできるので装飾と合わせて対策していきます。装飾はアトラクションの中にも置けるみたいなので花壇を周りに設置。順番待ちの最中で雨に降られても大丈夫なように屋根を設置。曲がり角にはどの屋根がいいかなって探していたけど同じものを方向変えて2個かぶらせるとそれっぽくなったのでよし。レインプロテクションっていうレイヤーを見ると順番待ちの通路がしっかりガードされているのがわかります。メリーゴーランドも大丈夫なんですね。屋根がついてるからかな。装飾もいくらか添えて完成です。お花畑を段で置いてお姫様気分、おひな様気分を味わってもらいたいなと。メリーゴーランド目線からの装飾はまあまあな評価ですが、次に立てるアトラクションに添える装飾でさらに上がってくれると思うので、ひとまずこれでこんな感じでアトラクションを増やしていきます。お次はコーヒーカップ。刺激的なアトラクションはもう少し後にして、まずは人を選ばないものから。こちらは屋根がないのでコーヒーカップ自体にも屋根を置いてあげないとかな。コーヒーつながりでこちらも植物な感じに装飾したいけど色が緑ばかりになりそうなのでお水を引きます。そしたら草木で囲っておひな様ランドの隣でも温度差のない空間に。これで2つ目のアトラクションも OK です。おひな様ランド目線の装飾も高い評価に変わっていい感じです。フードスペースに新しくソフトドリンクと風船のお店も最初は建てられなかったのですが研究をしていくとこういった施設が追加されていきます。
研究してアンロックってシステムもあるんですね。研究チームにどのジャンルの研究をしてもらうかって指定しておくと、そのジャンルを開拓してくれるみたいです。私はショップをお願いしていたので、お店が増えたのです。入り口周りの視界も気遣ったら、お次はちょっと刺激的なアトラクションを。コーヒーカップからの延長でお水を引いて、こちらの植物を添えておきます。これはどんなアトラクションなんでしょうね。なんだかすごい回ってますね。これならコーヒーカップやメリーゴーランドで物足りない方にもグッドです。アトラクションの内部に色とりどりのお花を入れれば、乗っている方への色彩感覚にも刺激を与えられそう。あとは心に余裕のある強者の方にお水の中からまん丸顔を出しているあれはなんぞやで遊んでもらいましょう。そんな人いるんですか。キリタンだって椅子で時々くるくるしてるじゃない。椅子はこんな傾かない。あと10年15年使ってたらこうなれるよ。椅子座れなくなっちゃう。だいたいこれくらいで2年目になっちゃうんですね。結構早く時間が進んでいるみたい。なんだか順番待ちしながらみんなもちもちしていたので、どうしたのかと思ったらトイレを置いていませんでした。トイレももちろん景観にマイナスなので、なるべく隠して設置します。トイレの見た目、特に不快感とかはないですけど、そこがトイレだと認識すると、やっぱり不快なものなんでしょうか。トイレとわかるものを見ると気分は落ちるけど、トイレを隠してあるものを見ても気分は落ちない。ちょっと不思議。やっていることは、入り口の入り口を作っているだけに見えますもんね。さて、200人到達まであと半分。次はジェットコースターを作っていきます。と言っても、最初に作れるミニコースターは、そこまで凝った作りはできなくて、高さも出せず、角度も取れず、速度も出せない、いわば入門用なので、こんな感じ。とはいえ、コースター作り自体はとてもよくできていて、コースの作り方によって垂直にかかる重力、横方向にかかる力、加速や減速による前後にかかる力、他にもエアータイムっていう浮遊感も計算されて楽しさや気持ち悪さ等につながります。それにミニコースターだとしてもコースターのない遊園地よりはある遊園地の方がいいのか、お客さんはもう170人ほど園内に同時に抱えられているようです。あと30人、もう一つアトラクションを置いてみましょう。コースターの紹介はあまりしないのですか。本当は今まで作ったアトラクションを巡れるコースを作ったのですが、途中で止まっちゃって断念したり、それと比較すると寂しいコースになっちゃったから、またの機会に。お次はこのなんだか殺意の高い観覧車みたいなアトラクションです。順番待ち中に見ていたらまだしも、どう動くのかわからず乗るとかなりやばいですね。すごく怖そう。でもデコレーションする前なのにもうすごい人気。まあ装飾で楽しさに補正はかかるけど、ここまでの体験はそうそうできないですからね。さらにこれに装飾も加われば、楽しさだけならメリーゴーランドでは叶わないものになりますね。ここまで植物で装飾してきたので、せっかくですしと、ここも植物で、と、ここで目標達成となりました。1年以内にはできませんでしたが、無事200人のお客さんを同時に抱えられました。クリアすると紙吹雪が舞うのですね。予算は初期から苦労なくやれましたので、最初に一時停止してこれだけ作れば、1年以内にも達成できるかもですね。最初のステージとはいえ、なかなかボリュームたっぷりでしたね。クリアで建物も得られるようなので、また続きもやりたいですね。それでは、今回はここまでとなります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。